やはりこのシャローレンジで勝負できるルアー、やっぱりそれがどうしても必要だったんですよね。このスペクターの登場でよりそのタイドミノーシリーズという部分では対応の幅っていうのが広がってきているんですね。これが現代に蘇ったスペクター 135SSR。 タイドミノーに新しく追加されるスーパーシャローランナー、タイドミノースペクター 135SSR ですね。このようにもう河川ね、シャローエリアです。やっぱりタイドミノーシリーズ、例えばスプラットだとね、レンジが60、70、140でも80ぐらいまでは入るかな。深い。こういうね、膝下のシャローとか引けないんです。けどやっぱりこの SSR であれば、ウェイク系、水面引き波立てるウェイクとしての使い方、本当膝下のシャローっていうところでもね、もうストレスなく引いてる、そういうシャローも活躍してくれるものです。最干潮、やっぱこの河川の釣り、シーバス狙う上でね、やっぱシャローエリア特に浅いんだけれど、やっぱり干潮になることによって流進が絞れて魚も密集する。で、非常にシーバスも釣りやすいタイミングなんですよね。当然潮位が下がればどんどん浅くなる。でも引けるルアーって限られてくるんですよ。やっぱりね、そういうとこ、そのシャローエリアっていうのは、今現代のそのシーバスシーンにおいてやっぱもうメインのステージになりつつあるこのシャローっていうのがね。やっぱりそういうとこでもしっかり使えるミノが欲しかった。でね、シーバス歴、そうですね、10年、15年以上長くね、やられてる方であれば、ご存知の方も多いかもしれません。SSR。ね、タイドミノスリム 135SSR。その丸型のリップが特徴的で、いわゆるほんとスーパーシャローランナーとして位置づけでしたね。でね、これがまたその非常に実績も高く人気があったんですね。で、結構今、現代で数々の、人気ルアーとされているルアーの、実はその結構参考にされているということもあって、非常にこの名手の方々がね、愛用してきたという。で、それがやっぱね、正直、現代でも置いても十分釣れるんですけど、まずね、固定重心なんで、今、この時代に投げると飛ばないんですよね。当然立ち上がりがいいっていうメリットはあったんですけど、正直飛距離に関しては、飛ばないなっていう印象です。ただやっぱ現代は、プレッシャーも高くなっているし、やっぱりポイントもね、遠くなっていることもある。ルアーの飛距離っていうのは必須条件なんですよね。まずね、やっぱその SSR をこの現代に蘇らせるっていう意味では、やっぱまず飛距離をアップするっていうのがマストで必要だ。そして、当時はきっとね、アユとかイナッコとかそういう系にね、メインで使っていたところを、やっぱね、今その河川にもしっかりこの白とかも入ってきて、この水面系のミノっていうのはこの白パターンにおいてもやっぱ主力になってきてるんですよ。そうなった時にね、やはりこの、SSR の良さっていうのは、低速での生めかしいロールアクション、しかもそれがスーパーシャローレンジで、それこそ SSR の魅力なんですけど、そこをしっかり継承しつつ、残しつつ、現代のシーンに合うように、より少しボディもボリューミーになって、よりね、アクションのパワー、水の押しっていうのもね、アップさせてます。いざね、やっぱり作ってみるとですね、初代タイドミノ SSR135 の凄さは分かってくるわけですね。なかなかやっぱね、このシャローレンジで浅いところ、30、40じゃもう深いの SSR っていうのは。やっぱね、もう表層からもうそうですね、10センチ、20、15センチとかそれぐらいのレンジ、ほんと浅いレンジ。そこのレンジでやっぱしっかりアクションが出る。単純にグーって潜らしちゃえば、アクション出しやすいんですけど、アクションを強めながらも、やっぱりなんていうのか、浅いレンジもキープしながら、
でかつ革で使うことも多いんで、ダウンに入ってもね、動きが破綻しにくくする、そこら辺のバランスの調整というのは非常に難しくて、現代シーンに合うようにしっかりとブラッシュアップしたというかね、蘇ったなっていう完成度になっているか